今から3つの質問をしますので、手を挙げて答えてください。福島原発事故についての報道を見たり読んだりしている方、手を挙げてください。同じことがもしかしたら福井県の原発で起こって、その結果関西が被害を受けることを心配している方、手を挙げてください。結構いますね。福島から避難してきた人を応援した、新聞に投書した、集会やデモに参加したなどの行動を取った方、手を挙げてください。また結構いますね。ありがとうございます。素晴らしいことが起こりました。2週間前に唯一稼働していた福井の原発が止まり、今、日本で動いている原発はゼロになったのです。今現在、原発で作られている電気はどこにもありません。周りを見てください。電気は足りてます。原発なしで大丈夫なのです。私たちは選べるのです。選択できるのです。このまま原発を廃止し、原発ゼロの日本を作るのか、それとも原発を運転再開するのか、どちらか私たちは選択できるのです。こんなチャンスは二度とやってきません。チャンスは今から来年の1月ぐらいまでです。その時につかまないと手にできません。運転再開の道は何もしなくても前に進みます。政府や電力会社がそれに向けて努力しているからです。これが世界で起こった過去の地震と原子力発電所を重ねた地図です。黒いところが過去の地震、赤いところが原子力発電所です。その両方が完全に重なっているのは世界で日本だけです。今、5つの電力会社が14基の原発の再開の申請をしています。そして政府がそれの審査を始めているのです。これを監視している市民はほんのわずかです。福島事故後、残されている50基の原発は、これから運転再開するのでしょうか。あなたがその鍵を握っているのです。福島事故はまだ収束していません。事故の本格的調査もまだです。津波の前に地震が起こってからすでに原発の事故が始まっていたという可能性が高いのです。その場合、これに基づいてすべての日本の原発が一から見直さなければならないのです。しかし、福島の事故の教訓を生かさず、このまま再稼働が進められようとしているのです。で、再稼働を目指している原発の敷地内、それと敷地周辺の地震を起こすことができる断層の問題、それと福島の事故の時、その事故を拡大するのを防いだ、まさに命綱となった免震事務棟という設備の先送りなど、さまざまな安全装置の先送りをしながら、運転再開、再稼働のプロセスが始められようとしているのです。で、このようなことを原子力規制委員会がやってるんですけれども、この原子力規制委員会の態度は、初めは毅然としてるんですけれども、電力会社の非公開の会合を重ねるたびに、その姿勢がふらつくんです。で、この大事故が起こった場合の原子力の防災計画が著しく日本中不備なのに、この原子力委員会の田中俊一委員長は、防災計画と運転の再稼働は別問題だと言って、その再開の申請を審査し続けているのです。で、これはまさにもう止められない巨大な機関車が正面衝突してくる感じです。で、再稼働を止めようと、本当に必死になって私たち少数の人間が止めようと思っても、努力しても一体止められるのでしょうか。本当にこれは福島事故前と同じです。この状況は大惨事がやってくると分かっていたけれども止められなかった。で、今も止められない。
あなたがいなければ本当に大事故を繰り返していいのでしょうか。で、国会の東京電力福島原子力発電所の事故調査委員会は、福島の事故は天災でなく人災だったって言ってます。で、市民社会のより幅広い主張があったのなら、福島第一原発はそもそも 3.11 には稼働していませんでした。で、今も市民社会の発言、行動がなければ、また再び同じことが繰り返されるのです。で、原子力を持つ限り、私たちはこのような原子力防災計画を持たなければいけません。で、これが関西広域連合が作っている福井と関西の実際の計画です。福井と関西の私たちはすべて逃げなければいけない、避難しなければいけない対象になるか、または避難の受け入れ先になるのです。で、また避難の受け入れ先になっている町は自ら逃げなければいけないという状況もあります。で、1400万人の生活の水、琵琶湖が汚染された場合の対策はまだありません。で、日本各地このような状況です。で、本当にこのように私たちは生活していきたいのでしょうか。電力会社は言います。このまま原発を止めてしまったら大変なことが起きる。電気代が上がる。経済に悪い。そして原子力産業で働いている人たちも大変。また冬と夏の電気が足りなくなる。でも自分たちの利権を必死になって守ろうとしている電力会社の発言を私たちはそのまま鵜呑みにし、それが脅しなのかどうかも確認せず、このまま運転再開の道へ進んでいいのでしょうか。で、京都議定書が結ばれるとき、政府は原発で温暖化対策をするんだと言いました。で、その結果、他の温暖化削減の方法が先送りされたのです。で、結果的に失われた10年を作ってしまいました。原発が温暖化対策も邪魔しているのです。で、原子力の電気は日本では1970年代から一貫して一番高い電気だったということを証明されています。で、今も電気代が上がっているのは原発が大事故を起こすからです。で、今もすでに古い原発、または古くなっていく原発、日本の原発ですけど、それに2兆円もと言われる高額なコストを費やして、そのまま運転再開をするのかどうか、またはもうすべてすでに止まっている原発を止めて、そして新しいことに投資して新しい道へと進むのか、それが今問われているのです。この世界の投資に大きな影響を与えているアメリカの証券格付け機関、このスタンダード&ポーズとムーディーズですが、新規原発に投資する会社を次々格下げしています。原発は悪い投資だからです。原発には将来があるのでしょうか。で、世界の電気を1995年には原子力発電所は 17% を占めてました。しかし年々減って今は 11% になっています。原発は社用産業なのです。で、それともう一つ申し上げたかったのが、今すでに日本で古くなっている原発、もう平均26年経ってるんですけれども、この原発は福島事故以降不良債権となっています。で、ヨーロッパでは原発に依存度が高いフランスは再生可能エネルギーの普及は遅れ、でデンマークのように原発がない国は再生可能エネルギーの普及は盛んです。で、また原発があるドイツは原発を廃止すると政策的に決定した以降、再生可能なエネルギーの投資は増え、そしてどんどん増えていったんですね。で、米国原子力規制委員会の元委員ピーター・ブラッドフォードは言います。原発は他の投資からお金を背ける、両方はできない、そう発言しています。
ICEP 環境エネルギー政策書によると、その自然エネルギーの投資がドイツにもたらした配当は次のようです。自然エネルギーの向上、化石燃料費用の節約、CO2 削減、それと産業経済効果、それと雇用効果、それと地域の活性化の効果とお金のグリーン化です。で、日本での行動はいつする？今でしょう。今しかない。日本の多くの方はできれば原発なしで暮らしたいと言っています。で、日本の経済を考えるなら、そして日本のこれからの若い人たちの雇用を、その生活、働く場を作りたいのなら、それと日本各地のコミュニティを大切にしたいなら、速やかな脱原発なのです。しかし問題は、今原子力発電所があるので、これを廃止すると決定しないとなかなか前に進めません。で、新しい道を作るのにはみんなの努力と、それと原子力を廃止するために起こる損失、一時的な損失、それのケアが必要なのです。でもその結果得られるメリットは大変大きいのです。で、このままずるずる不良債権を抱えたまんま前に進むのが一番悪いのです。最近の世論調査によると、日本の人々の7割が脱原発を望んでます。しかし積極的にこれを望まなければ、実際に実現できなければ本当なことにならないわけですね。で、ただ望むだけでは原発はなくなりません。で、ただ望むだけでは第2の大事故も防ぐことはできません。ですから本当に原発を止めたいのなら、で本当に次の大事故を止めたいのなら、他の誰でもないあなたが何かの行動を取らなければいけないのです。それが今私たちが立っている分岐点なのです。で、小泉純一郎元総理が今すぐゼロは暴言という声が優勢ですがと聞かれたとき、逆だよ逆、今ゼロということを打ち出さないと将来ゼロにするのは難しいんだよといったように決断するのは今なのです。だから日本は楽しいところ、そして幸せをつかめるところ、そして世界のためになるところ、そう言える日本を作りませんか。あなたにしかできない方法で。で、若ければその若さを生かして発言できます。で、親なら親の角度から、専門知識をお持ちならそれを活用し、主婦なら生活の視点から、で年配ならではの角度から、で障害を持っている方は原子力防災計画の本当にリアリティ、不備を語れます。で、今あなたにしかできない方法、あなたにしかできないやり方、その今の将来をつかむのはあなたです。You as you are now。未来をつかむのはあなたなのです。そのままのあなたなのです。ありがとうございました。